鳥の話、かっこ仮、森久保のの。広い広い森の奥、大きな大きな木に開いた小さな小さな穴の中、くすんだ色の羽をした一羽の鳥がおりました。しっとり真っ暗穴の中、のんびりするのが好きな鳥。風のささやき、木々の呼吸に包まれて、小さな目をキュッとつむり、素敵な夢を見るのです。ある日聞こえた楽しそうな笑い声。カラフルな鳥さんたちが誘いにやってきます。広い空の下で飛ぼうよ。きっと楽しいよ。そうして鳥は勇気を出して、キラキラときらめく大きな空へ。空へ？すみません。ぼーっとしてて。それで、森久保に話って？これは、ファンレター？まさか、森久保に？はい。こんな森久保に、皆さん時間をかけて、綺麗な便箋を選んで、嬉しい。ののちゃんの頑張りを見て、勇気が湧きました。自分も一歩を踏み出そうと思いました。かっこいいののちゃんもかわいいののちゃんも大好き。こんな森久保にはもったいない言葉で面目ない。こっちのお手紙は。ゆっくりお手紙を読みたいので、森久保は少し失礼しても。はい、本当に。それでは。このお手紙は。ここまで逃げてくれば大丈夫。あれ、ののちゃん？ポン酢さん。もしかして、ののちゃんも逃げてるところ？仲間だね。一緒に隠れさせて。逃げて、そうかも。あんずさんは何から？あんずはキラリから、次の仕事の打ち合わせをしようって言うんだけどさ、今はちょっと気分じゃないっていうか。それって、いいんですか？キラリさんに嫌われたりとか。嫌われる？キラリに？あんまり考えたことなかったかも。キラリの気持ちもわかるけど、あ
アンズにはアンズのポリシーがあるし、アンズは今回の企画もうちょっと心の中で温めた方がいいと思うんだよね。結論急いでもいいことばっかじゃないし。ということで、これがアンズ流のサブリ術じゃなくて仕事術なんだよ。そんな考え方が。そうそう、自分のやり方があって初めて他の人と対等に話せると思うわけ。変に合わせる方がうまくいかないでしょ。知らないけどさ。自分のやり方。まあ、というわけでのんびりしようよ。飴食べる？いただきます。よし、そろそろアンズは行くよ。キラリの巡回ルート的にそろそろここはまずい。じゃあね。さよなら。これ、アンズさんのウサギ。忘れていっちゃったんだ。とりあえず、持っていこう。届けてあげないと。今度の仕事で僕たちが真に目指すべき場所は美と音のエルドラドというわけだ。エルドラド？すみません、アスカちゃん。ちょっと調べさせてくださいね。ゆかり、辞書を取り出さないでくれ。一つ一つの言葉に真摯に向き合う君の姿勢は美しいが、僕が言いたいのはそういうことでは。エルドラド、16世紀アマゾン川上流にあるとされた黄金鏡。私たちアマゾンを目指すんですか？初めて行く場所ですが楽しみですね。ロケ地は群馬だ。ではエルドラドは群馬に？もういい、忘れてくれ。あれ、アスカちゃんにゆかりさん？ののちゃん、こんにちは。あら、そのウサギはアンズさんの？はい、落とし物で。お二人は何を？打ち合わせさ。今度雑誌の写真撮影があってね。どういう写真を目指したいか話し合ってたんだ。私たちらしく撮っていただきたいですねって。お二人らしく。可憐に可愛らしく。でもそれだけじゃなく、新しい私をお見せできるような素敵な写真を目指したいと思っています。ゆかりさん、すごくやる気。眩しい。そう言っていただけると嬉しいです。いろんなイメージの私に挑戦できることが嬉しくて。だから張り切ってます。ゆかり、君の飽くなき向上心は尽きることないメロディーそのものだね。聞いていて心地がいいよ。ま、僕はゆかりと違って二宮飛鳥という確信を強調し続けたい。自己の存在領域が拡大していくことは否定しないが。と言っても伝わらないかな。アスカちゃんの言葉は難しくって全部はわからないですけど、でも今のアスカちゃんはアスカちゃんらしくて素敵です。私憧れます。なんだか君と話すと調子が狂うな。アスカちゃんは
ずっとブレないですよね。ブレないか。褒め言葉として受け取っておくが、僕とて以前の僕のままではないよ。そうなんですか？ああ。そしてそれは君も同じじゃないのかい、ノノ。そうなんでしょうか。ののちゃん、大丈夫ですか？なんだか顔色が悪いような。大丈夫です。私アンズさんを探さなきゃいけないので、これで。なぜか逃げてきてしまいました。こんなところにアンズさんはいないですよね。ワン、ツー、スリー、フォー。リンさんがレッスン中、お邪魔しないようにこそこそ。あれ、ノノ？アンズを探してたんだ。ここには来てないよ。ですよね。ではこれで。待って。ねえ、何かあった？大丈夫ですけど。まあいいか。じゃあ私も手伝うよ、アンズ探し。なぜ？なんとなく。レッスンも終わったし、ほら行こう。はい。ここにはいないか。甘いものでも食べてるかなって思ったんだけど。こういう場所は見つかりやすいので、もっと物陰とかにいるのかも。さすが隠れ上手。それほどでも。別のところを探そうか。それにしても最近調子良さそうだね。ユニット活動は順調？はい。インディビジュアルズもワンステップスもとっても楽しいです。よかったね。なんか思い出しちゃった。前に2人でラジオの収録したよね。その説はリンさんには大変なご迷惑を。ずっと逃げようとしてたよね。逃がさなかったけど、最後までちゃんと収録できてよかったよ、ほんと。あの頃よりもずっと強くなったね。私も負けてられないな。強くなんて、そんな。皆さんいろんな風に私のことを言ってくれますけど、そんな風に言ってもらえるような立派な森久保じゃないんです。なの？あっちから来るのってプロデューサー？すみません。ちょっと隠れます。ナノちゃん、よかった。ようやく見つかりましたね。ここにいたのか。まったく探し人を探す人を探すなんて。隠れられ
なかったんですけど。あんずさんを見かけたので、ののちゃんに教えてあげようと思いまして。メッセージでも送ればよかったのに。わざわざ足を使うなんて現代人のやることだろうか。アスカちゃんだって心配してたじゃないですか、ののちゃんのこと。もうね。だが僕らの出番はもうなさそうだ。何があったのかは知らないが、おせっかいの誰かさんが来ているからね。あんず、まさかプロデューサーの部屋に隠れてたなんて。じゃあプロデューサー、あんず探しあとはお願いね。皆さん、森久保のためなんかにすみませんでした。謝らないでよ、好きでやってたんだから。ねえのの、もう平気？はい。リンさん、ゆかりさん、あすかちゃん、本当にありがとうございました。じゃあまたね。失礼するよ。お疲れ様でした。プロデューサーさん、歩きながらで良いので、森久保の話聞いてもらってもいいですか？今、趣味でポエムというかお話を考えていて、飛ばない鳥のお話なんです。その鳥は安心できる場所でのんびり夢を見るのが好きで、でもある日他の鳥さんたちに一緒に飛ぼうって誘われるんです。その鳥は飛べますし、飛んだらきっと楽しいけど、だからって飛ばなくちゃいけないのかなってわからなくなって、もやもや考えていて、そんな時ファンレターをもらいました。今日もらったファンレター、どれもとっても嬉しかったんです。嬉しかったんですけど、なんだか怖くなってしまって、私も人前に出るのが怖くて苦手です。でもののちゃんみたく変わらなくちゃダメだと思いました。とこの手紙には書いてあって、この手紙の人は少し前の森久保なんです。あんまり優しくない世界から逃げて隠れて生きてた森久保。自分だけの世界は優しいから。でも今の森久保の周りは優しい世界で、私は逃げる必要がなくなったからいいかもしれないけど、そうじゃない人たちは森久保のせいで自分がダメだなんて思ってほしくないです。
というか、みんな森久保が変わったと言いますが、全然変われてないんじゃないかって心配になるんです。ミレイちゃんや翔子ちゃんは自分らしさをどんどん出してのびのび輝いています。ひろみさんも蛍ちゃんも自分の殻を破って一歩一歩ちゃんと自分の道を進んでいて、みんなと一緒の時は勇気をもらえて森久保も頑張れるけど、一人の森久保はやっぱり森久保のままで、やっぱりうじうじいじいじダメ久保なんです。プロデューサーさん、森久保はどうしたら本当に変われるのでしょう。大切なところ。そんな優しくなんか。それはどういう？そんな風に自分のことを思っても自分を褒めてもいいんですか？勢い余ってつい恥ずかしい。プロデューサーさんになんて話を。何か踏んで。一体何が。気持ちよく寝てたのに。ハンズさん、ノーノちゃんの裏切り者、逃げ仲間だって言ったじゃないか。嫌だ、ハンズは働かないぞ。とりあえずウサギさんをお返しできてよかったかな。プロデューサーさん、私の話を最後まで聞いてくれてありがとうございました。多分森久保はこれからも森久保なので、逃げたり隠れたりすると思いますけど、でもそんな自分でもいいって誰かに伝えたいから、武器の分を誰かに。これからもできればなるべく優しめでよろしくお願いしますね。鳥の話、
かっこ仮森久保のの。広い広い森の奥、大きな大きな木に開いた小さな小さな穴の中、くすんだ色の羽をした一羽の鳥がおりました。しっとり真っ暗穴の中、のんびりするのが好きな鳥。風のささやき、木々の呼吸に包まれて、小さな目をぎゅっとつむり、素敵な夢を見るのです。ある日聞こえた楽しそうな笑い声。カラフルな鳥さんたちが誘います。広い空の下で飛ぼうよ。きっと楽しいよ。そうして鳥は勇気を出してこう言いました。今日はのんびりしたいのでごめんなさい。でもありがとう。明日は一緒に飛びたいかも。そうして鳥はもう一度目をつむり、風と木々の音、そして仲間たちの声を聞きながら、それは素敵な夢を見るのです。めでたしめでたし。